はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月前半の全体運やお仕事のこと、人間関係を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。それから皆さん、来年の運勢を気になっている頃ではないでしょうか。来年どんな年なのかなって全体の流れや各1ヶ月ごとの星の動きやエネルギーの変わり目などをたっぷり解説したカペラノート PDF 版が現在販売になっております。そしてこれはノートはね書き込めるようになってるんですけど、 PDF は読み物に特化しているので、双子座さんの仕事運やお金のことや人間関係を少し書き足しております。その他の部分はカペラノートほぼ同じなんですけども、少しだけ情報が多いので、もしご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドのキング、ソード7、ワンド6逆、ワンドエース逆、ワンド7の逆とタワーの逆とソード9逆。気をつけることや対策は、カップ4の逆と運命の輪とオラクルはスターです。なるほど。はい、先に星の解説させてください。12月はですね、12月の1日が新月になります。で、この新月自体はとても発展運のあるというかね、押されているような、広がっていくとか伸びていくとか、そういう、ね、発展していく、広がっていくよ、うわーみたいな感じのエネルギーの時なので、このエネルギーを、どのように使うかなんですけども、双子座の皆さんは対人関係において非常に影響してきやすいみたいです。特にね、これは12月21日までは対人関係が今すごく濃いというかね、今一番光が当たっているのが人との関係なので、契約とかも含めなので、やはりそのことに関して何か意図していただくとわーって広がっていくなっていう感じがします。で、前回も言いましたが、11月の26日から12月16日までっていうのが水星が逆行してるんですね。で、この水星も双子座さんにとってはもうものすごく使えるエネルギーなんですけど、ちょっと逆行するっていうのは誤解が生まれやすかったり、情報過多になってしまったり、スケジュールが変更になりやすかったりするので、ちょっとだけ落ち着くっていうふうに思っておいてください。いいやゆっくりでとか、早くしなくちゃと思わずに、ゆっくりでいいやっていう感覚で落ち着いて対処するようにしてくださいね。そうすると決してそれが悪いことになったりするわけではありません。何か自分が昔考えていたことをもう一回ちょっと掘り起こして改めて見直してみたりとか、復習したりとか、そういうのはとてもいいのでね。特に対人関係に関してはもう一度やり直すとか、そういうのもできるかもしれないので、いかようにでも使ってください。で、もう一つですね、12月の特徴として7日から火星も逆行するんですね。で、この火星っていうのは、11月の4日から入ってますけれども、そのコミュニケーションとか移動していくとか勉強していくとか、そういう流動的に動くエネルギーとしてすごく双子座さんを応援してくれてるんですけれども、ただ12月の7日から2月24日までっていうのは少し動きがこれまた逆行期間に入るので、本来はもう来年の6月までかけて何かすごい学んでいくよとか、動いていくよとか、活性していくよっていうのがあるんですが、ちょっとだけこの時空回りしそうな感じもあるんですね。ちょっとスピンしながら回っていってるみたいな感じもあるので、特に12月の前半は先ほど言ったコミュニケーションの誤解とか、人に対しての誤解も生まれやすい時ですから、ちょっとここは本当に冷静になって、今言ったことってああいうことかなみたいな感じで頭の中だけで空想を繰り広げずに、きちんと事実を見るみたいに決めていただけたらいいかと思います。ちょっとそれがね、カードにも出てるなって感じがするんですよね。で、少し解説していきますが、基本的にはやはり人ってね、人間関係が豊かだったら幸せだと感じる人が多いんですよね。でこれ人間関係だけじゃないですけど、一人で何かをするというよりも誰かとつながって何かをしたりとか協力し合うというのがとてもいい時なんですけども、今双子座の皆さん、それができる環境にあるとか、それができる自分でいるっていう感じがすごくするんです。入り口もワンドのキングですし、これまで頑張ってきたことや
今年1年の経験って本当に自分にとってプラスになったなみたいなことを感じやすいんですよね。でそれはそれでとても素晴らしいし、今の自分だからこそつながれる人がいるとか関われる人がいるからすごくいいんです。なのでメッセージとしては、大丈夫だよってこう自分の理想をねちゃんと求めていいんだよっていうふうに言われているんですが、なんだか運勢に対して双子座の皆さんが感じている心構えっていうのかな、体感っていうのがとても引いてる感じがするんですよね。引いてるっていうよりも、いろんなことを考えすぎて行動が一致してないっていう感じでしょうか。本当はこっち行きたいんだけど、リスクとか考えたらやっぱこれもちょっと安全牌として持っておきたいとか、でもこれを生かすためにはこうしなきゃいけないしとかっていうふうに、本当にいろんなことを同時に考えすぎたり、いろんな人にいい顔したり、どっちの人の顔も立てたりとかですね、可能性を潰さないようにとか失礼のないようにとか、そういうことを考えすぎてちょっと体が分解してるみたいな感じがするんですよ。行動と頭と体も一致してないし、言ってることもたまになんか違うぞみたいな感じもあって、なんかそのことをご自身でもちょっと感じているのかなって感じがします。あれもうちょっといいはずなんだけど、なんか思うようにうまくいってないなとか、自分が期待していたような言葉や言動や返答が相手から来ないぞみたいな感じがあるかもしれません。でそれをもっとじゃあ自分が頑張ればいいのかとか、もっと自分が何かをすればうまくいくのかって思いたいところなんですけど、自分ができるのはここまでなんだみたいなね、自分の立場的にはここまでしかできませんっていうのもあるみたいで、それもあるからなんだか状況が自分が望んでいたのと違うみたいな形で少しちょっと整理されることがあるみたいなんですね。でそれによってもしかしたらなんでダメだったんだろうとか、何がいけなかったんだろうみたいなことを思い悩みやすいので、全然それで思い悩まないでください。今は本当にさっき言ったみたいに12月の前半っていうのは運勢としてはすごく高いし、いい時なんですね。後ろから押されて広がるよって時なんですけど、ちょっと風がビュンビュン吹いているみたいな形もあり、風強すぎるとちょっと寒く感じたりとかね、風邪ひきやすかったりとかっていう、そういう弊害もあるように、運勢いいし動いてるし、すごい人との流れているんだけれども、その分やっぱり精神的には疲れやすいとか、状況が変わりやすいっていう感じがあります。で変わりやすい状況に対して「もうすいません、私無理なんで」って言ってある意味諦めるというか手放すことによって楽になれるんですけども、でもすごく器用にいろんなことを、携わっているがゆえに、本当の目的何だったっけみたいなことをちょっと忘れがちだなと思ったので、そこを思い出してみてください。本当の今の双子座の皆さんにとって本当の目的っていうものは失われていないはずなんです。これはまだまだ全然失われてないですよ。まだ来年も続きますから、このテーマは。だけどそれに踏まえて何か準備してることとか対策打ってることとか、そういった細々したことがなんかちょっと一個崩れたり違う風になったりとかしてるので、本当にいろいろ動きすぎてその分疲れているっていう感じもあります。ちょっと見てみましょうか、もう少し。今特に人間関係が強調されているってことは人との関係なんだろうなとは思いますよ。そうですね。なんとなくですけど、ここでワンドのキングが出てるっていうのはやっぱり自分のキングとしての役割を求められてると思って、自分が何かをしたら相手が求めてたのは、そういった技術ではなく、もっとなんか優しさだったみたいな感じかな。自分はこれだけのものを提供できます、こうしますって言っても、向こうが求めてるのは、いやもうそこにいてくれるだけでいいんですとか、雰囲気、落ち着いた雰囲気だけが欲しいんですみたいな感じで、なんか一瞬自分のことを否定されたかのように感じるかもしれませんが、何か自分が本当に王道としてやりたいことじゃなくて、違うことを求められてることによってすごい無理しなきゃいけないみたいな感覚になってるのかもしれません。これは多分勝手に、もしかしたらですよ、もしかしたら相手と関わってる時に相手が求めてるものってこれじゃないかなみたいなことを想定してそれに応えようとしてるけど、相手はそもそも本当にいてくれるだけでいいとか、本当に求めてるのはこれですっていう
ところだけが一致すればいいから、その他のこと別に頑張らなくていいのに、双子座さんがめちゃくちゃその他のことを頑張ろうとしてすごくしんどくなったり、自分を責めたくなったりとかしてドツボにはまっていくみたいな感じがあるので、そうならないように気をつけてください。でこれは誰が悪いとかじゃないんですね。本当にそういうさっき言った風が強いんですよね。とても風が強いし、これ台風来てるのっていうぐらい強い時に外に出て何かしようとしても飛ばされるみたいなのって当たり前のことなので、そんな感じで誤解は生まれやすいからこそ、さっき言った真実って何だろうとか、自分の本当の目的って何だろうっていうところ、そこだけを見ててほしいって感じです。タイミングが来ればもうスーッとその問題とか引っかかりっていうのは外れていく感じがするんですね。なのでカードのメッセージとしては、ご自身の世界観の中ではね、いろんなことが起こってるかもしれませんけど、大丈夫ですと、ちゃんと理想のにのっとった運の中にいますよっていうふうに言われてる感じがしたんですね。ちゃんと理想は持っててねって。その理想は持っててねっていうのは、いわゆる本当の目的って何だったっけっていうのさえ忘れなければいいんだなって思いました。ちょっとこれを踏まえたのでお仕事のことを見てみますね。何かが変わっていく時って変わった方がいいってことなんですよね、結構ね。バンドの5とあとカップの4ですね。カップの4また2枚も出てますね。そもそもカップがね、カップの4以外、キングは出てますけどあんまりないですもんね。また出ましたね。ワンドのキングっていうのは本当にたくましく、すごくビジネスマンで何かを統合していくとか率先していくとか作り上げていくとかって、すごくそれが技術もあるし経験もあるしみたいな人で描かれてるんですね。なので非常にビジネスに関しての意識が強かったりとか、これまでやってきたことを踏まえて次に行こうとしてるって感じがするんです。これは大きな流れでいくと、来年の6月ぐらいまではずっと双子座さんって新しいレールの中に入ったねみたいな時だから、この新しいレールの中でこれまでのことを全部踏まえて次の段階に行きたいと思ってるかもしれないんですけど、周りから求められてるものっていうのが少し自分が感じてるものと違うっていう感覚なのかもしれません。それでいてもっと気持ちが高揚するようなワクワク感とかが来てもいいはずなのに来ないみたいな感じでおかしいなって思ってるかもしれませんが、ちょっとだけ待ってください。12月16日まではそういういろんなね風がちょっと強く吹いておりますので、何かで自分の気持ちを盛り上げてもらおうというふうに期待するのはちょっと待ってください。そしてどちらかというと動ける分いろんなことが回ってくるって感じです。あれもするのかこれもするのかみたいな感じでね。でもお仕事でどうですかって言われたら決して悪くはないんですよ。全然悪くないです。ちゃんとできてますし、今のまま続けようと思ったらご自身の経験や知識を生かしてこれからもできますよと、ちょっとごちゃごちゃといろんな仕事も来るかなとは思いますが、それによってすっごい達成感とかすっごい喜びっていうわけではない感じです。やれますっていう感じですね。ちょっと人間関係見てみます。ソードのナイトですね。ジャスティス、正義とソードの世ということで、やはりね運勢の強い部分っていうのは良くも悪くもっていうことなんですよね。で今一番人間関係とか契約に光が当たってるっていうことは、すごくいい関係性っていうのがここから生まれやすいし、そういうのもあるんですけど、今カードで見えてるのはその他者に合わせなければならないとか、他者の都合とかその状況に合わせて自分が動かなければならないっていうのが嫌だみたいな感じで出ているんです。なので双子座の皆さんの中でもね、自由にできます、自分次第で自分にできますっていう方はさほどストレスっていうのは少ないかもしれないですが、今他者と関わって何かをしていますっていう方にとっては、その他者の言動が曖昧でこっちが動きにくいとか、これまでも散々合わせてきたのにいつこれ収まるんだみたいな気持ちもあるかもしれませんね。
なので少し密かに抱えている恋愛の動画はまた別で撮りますから、一般的な関係性として捉えていただきたいんですけども、密かに抱えている他者に対しての怒りを抑え込みすぎてストレス溜まってるっていう感じでしょうか。なのでまずは自分の中にある怒りっていうのは自分が責任を持って感情を処理してほしいです。なんかストレス発散、なんか大声で歌うとか、なんなら海で叫ぶとかそんなことをして、とにかく溜まった感情っていうものは自分で、泣くとかでもいいですし、何か感動する映画見て泣いてもいいし、感情は自分で処理した上で、他者との関係においてちょっと苦手だなと思う方とか、今まで自分が合わせていた人にとってはちょっと距離を置くという形でいいんじゃないでしょうか。で、決して今そういった人たちと距離を置いたからといってその人間関係の運がなくなるわけではないので、メリットやデメリットがあるとした時に、今デメリットの方が強いと思うなら少し休憩してもいいよっていう感じです。12月21日以降っていうのは、すごくちょっと細かい話になりますけど、12月16日まではそういう誤解が生まれやすい。そして21日まではその人間関係すごく光が当たっているので、16過ぎてからすごく落ち着くっていうのもあるかもしれません。でなおかつ21日以降っていうのは、今度は信頼とかね、見えないつながりっていうものが強くなってくる時なので、その表面的に相手が冷たいなとか言ってることがきついなみたいなことがあったとしても、それによって自分が下がってるわけでもないし、運が下がってるわけでもないし、悪くなってるわけでもないんです。ただ全体を見た時に、その自分が期待していたのと違うというところにおいて、自分が否定されたかのような気持ちになったり、それによっておかしいぞっていうことで精神がぐるぐる回ってしまいそうなので、そこは落ち着いてくださいと。時間とともに変化していきますと。気持ちがそんなに上がらなくても決して悪いわけじゃないんですよっていうのを覚えておいてください。そんな感じかな。何かしらもし参考になりましたとか分かったよという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えてください。最後にもう一枚引いてみますね。はい、このカードが出ました。何か感じることありますでしょうか。パストライフガイズということで、何かカルマ的なねレッスンが今行われてるんだよってことです。ですから、過去にもしかしたら自分が経験したことのトラウマの解消をしているのかもしれないし、今過去の何かを今一生懸命解消してるのかもしれないんですけど、言われてるメッセージとしては、とにかく今この場にいることにいる今この場を自分が体験できることに対して、実は昔ご縁のあった人たち、それは過去世の人かもしれないし先祖かもしれないけれども、そういう人たちが今サポートをしてくれてるよということで、やっぱり双子座の皆さん、今ちょっと状況に飲まれずに、今の自分っていうものをしっかりと把握して、決して希望を失わないでねっていうのが、最終的なメッセージかなと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。また次恋愛の動画撮れ次第アップします。12月の頭ぐらいになると思いますが、よろしくお願いします。ということでありがとうございました。ぜひ穏やかにゆったりと過ごしてみてください。失礼します。